皆さんこんにちは。YouTube 始めてみました。マルコです。これからジャマイカに住むことになり、時間を持て余しそうなので、自分が体験したことなどを YouTube でお話できたらなと思ってます。まず今日は、羽田ニューヨーク間の JAL ビジネスクラス体験機について話したいと思ってます。ちなみに、駐在など家族都合で海外に行かれる際に、JAL ではファミリーサポートというサービスが申し込めるんですけど、それで今回は乗り継ぎが不安なく行くことができました。JAL 桜ラウンジにもずっとついてきてくれて、こちらにお座りくださいみたいな形で案内してくださって、で、最初の飲み物売ってきます。何がいいですかみたいな感じですごいホスピタリティがすごくて、ファミリーサポート最高でした。まあでもそこからはもう自分で好きなビール取ったりとか、あ、やったビール飲み放題やみたいな感じで自分一人で楽しんでました。そしてこれは札幌と朝日両方飲めてもう最高やん、どっちも好きなやつやんってなってるところですね。で、この中で一応札幌を選んで飲みました。もっと飲みたかったんですけど、まあ飛行機の前に酔いすぎて飛行機酔いしちゃったらいけないんで、ここまでで抑えました。西武ってやつですね。いや、本当に良かった。他にもいろいろあって、本当にお酒とか、お酒も飲みたかったんですけどね。で、これは絶対食べた方がいいと思ってた、何でしたっけ。そう。じゃあ、桜ラウンジのビーフカレー。いや、なんか絶対食べた方がいい。ファンが多いみたいな、そういう、なんか、事前に YouTube で見てすごく楽しみにしてたんで食べました。美味しかったです、確かに。なんかビーフカレーって感じでした。そしていきなりですが、もう機内の中です。いや、ファミリーサポートをやってると、ビジネスクラスの方が優先搭乗っていうのは、まあ、あると思うんですけど、それより、その方より先に入ることができました。なんか2、3分前にずっと機内で一人の時間があって、本当不思議でした。なんかファミリーサポートはなんか、いや、恐ろしいです、本当に。いや、皆さん絶対申し込んだ方がいいです。海外へ家族都合で行かれる場合は。もうすごい優先的に、あの、エスコートしてくれます。で、こちら、なんか入ってみていろいろあるなっていう。これめっちゃ可愛いなって、メゾンキツネの、なんか、アメニティこれ一応鶴と狐が一緒になってるんじゃなくて、鶴は透明なプラスチックに印刷されてるだけで、あ、狐オンリーです、これの。で、これは前々から楽しみにしてたあのビジネスクラスのフードメニューが、ドリンクも飲み放題の、もういつでも頼み放題みたいな、なんかそういうのがいっぱい載ってるやつです。うん、なんか草原なシェフたちが並んでますね。でもこれも後でじっくり紹介していくので、じゃあ、早速アメニティとかなんか付属物の紹介でもしていきますね。これはまあスリッパですね。うん、靴べらとかもついてました。まあ靴べらの必要性を感じないので使わないんですが。で、早速この中身ですね、見ていきたいと思います。といってもまあちらっと覗くだけです。めっちゃ可愛いですね、メゾンキッズね。中が可愛すぎる。富士山ちょっと日本柄みたいな形ですね。もうこれ本当に感動しました。なんか歯ブラシとか目隠しじゃなくて何でしたっけ、アイマスクとか、他にもなんかいろいろありました。うん。ちょっと端折ってごめんなさい。そしてこれは私の足と比べてこんなに広いよっていうことを表現しているところです。手を伸ばしても届かない。手が短いわけじゃないよっていうことですね。うん。あと他にもちょっとこう横にテーブルがついてるってことに気づいて、お、なんかこれ動く。スムーズに動くで遊んでいるところです。はい、じゃあちょっと見ていこうかなと思います。どれどれ。いっぱいシェフが並んでますね。何々一流シェフと料理プロデューサーで結成するドリームチーム。うん、最高だ。じゃあお酒ですね、はじめ。シャンパンとワイン。うん、素晴らしい。シャンパンに、白ワイン、赤ワイン。赤ワインが好きなんでね、この後、このピノタージュっていう上の赤ワイン頼みました。なんかピノってついてると美味しいかなって勝手に思ってます。で、日本酒はシュラクとホービデンがありますね。ホービデン、JAL オリジナルって書いてるから頼みたい。ノンアルでスカイタイムオリジナルドリンク、桃とぶどう2回ぐらい頼みました。で、和食、うん、和食も食べたいんですけど、今回は洋食を選びました。うん、洋食の方が好きなんですよね。で、洋食は、うん、肉。やっぱ肉ですね。うん。で、次に、私が一番楽しみにしてた Anytime you fish 間違えた Anytime you wish いつでも頼んでいいよってことですよね。たくさんある。焼き鳥丼、カレー、中華そば。
中華そば深夜に食べました。最高でした。で、ふみこの和食、洋食と。食べたい。けど、こちらも実は朝ごはんとして洋食頼みました。和食も食べたいんですけどね。英語版ありますね。はい。あまり興味ないので飛ばしていきます。はい。読む気はありません。はい。なんかウェルカムシャンパンみたいなものが届きました。なんかプラスチックコップで割れないようになってていいですね。美味しかったと思います。そして飛行機がちょっと周りを見て、これちょっとどんな風になってるのか解説していきましょうかね。なんか撮り方がよくわかんない。あ、手滑った。とりあえずこれ操作していこうと思います。なんかいろいろあるな、ゲームとか映画とか、一番最初にゲームちょっとね、見て上がるっていう。でも一切ゲームはしなかったです。でもちょっと操作してみたいなってので触ってます。なんかこれ携帯の方を携帯って言わないですね。こういう端末の方を触ると目の前のテレビ画面が一緒に反応してこう操作できる。でカーソルも向こう側で動くっていう風になってました。とりあえず言語選択があったのですぐさま日本語にしてます。英語の勉強も頑張らないとですね。で今の地点知りたいなっていうのでちょっと、出発したばっかりなんですけど地図を確認します。羽田ニューヨーク間ですから今はもう出たばっかりですね。はい、ちょっと見にくいですけど出たばっかりなのがわかると思います。なんかしてるうちにちょっとおしぼりが急にびっくりしましたね。なんかビジネスって書いててちょっと良さそうなおしぼり来ました。地図見たいな、もう少し詳しく見たいなと思い、ちょっとアップのやつをあったので探して写してみました。わかりやすい。出たばっかりですね、私。これから何十時間も乗るんでしょうね。楽しみです。ちゃんと朝昼晩がっつり食べます。Anytime you wish で。そして、スリッパも履いてみました。足を置くスペースがテレビの下にあるんですけど、全く届かないですね。荷物置きになってます、完全に。足が短いわけではないです。そして、テーブルクロス、ハンカチーフみたいなのを引きに来てくれました。もうすっごく楽しみです。そろそろ来ますね、その時が。なんか来ましたね。これはナッツとくるみ、甘い感じでね。で隣にあるのがオリーブみたいなものでした。もうしょっぱいのと甘いのが同時に来て、で飲んでるのはスカイタイム桃とぶどう、すっきり感のあるねノンアルジュースです。美味しかったのでね2回頼みました。もう甘いのとしょっぱいのをね交互に食べてるとね無限タイムに入るというか、なんかね本当はちょっとずつちょっとずつ楽しもうと思ってたんですけど、なんか一瞬でなくなりました。ほんとね、無限闇です。さあ、メニューの前菜がやってきましたね。綺麗に4つ並んでます。なんか美味しそう。パン来た。プチバゲットですね。これ綺麗なアプリ撮った方がいいかなと思って撮りました。プチバゲットも来て、じゃあちょっとメニューの紹介していきましょうかね。トウモロコシの肉団子八丁味噌ソース、毛ガニとイクラのカペリーニ、オーストラリア産のアワビとポムピューレ、キミナゴのエスカベッシュ、キュウリとミョウガのソース。はい、ちょっと息いった言い方で紹介しましたね。とりあえず動画をね、撮りながら食べようと思って設置しました。なんか YouTuber っぽいですよね。YouTuber ではないんですけど、全く。で、この中になんかカトラリールが入ってるみたいなので開けてみると、なんかいっぱい入ってる。うわあ、こんな使うかな。一回一回下げられるから使うんでしょうけどね、もちろん。一個一個丁寧に外側から取るみたいなやつやるかと思ってこう綺麗に並べようとしてるところです。でもちょっとね机が狭いので、これワインが来た。さっき言ってたピノがついてたなんか美味しいやろってやつですね。食器はなんかちょっと出しすぎても意味ないなってなったんでしまって、はい、膝の上に置いていくことにしました。
いや、ピノってつく、ピノノワールとかね、やつは必ず美味しいと思ってるんで。やっぱ上品なお味よ。びっくりした。カメラ倒れてきましたね。はい。このカメラ倒れる事件何回か起きてね、ちょっとワインこぼしてますし、もうなんか食べながら動画撮るのやめようと思いました。やっぱ飛行機のちょっと微細な揺れで三脚みたいなやつで立ててるんですけど、なんかの拍子によく落ちてきました。ちゃんときっちり立てね、拭きます。もう迷惑にならないように拭きました。恐ろしい事件でした。で、このメニューの中で何が一番美味しかったかというと、まあ、トウモロコシの肉団子八丁味噌ソースですかね。まあ、見た目も可愛いですし、トウモロコシで囲まれてて、一番美味しかったような気がします。きびながはそんな好きじゃないんですよね。まあでも美味しかったです。もう大人なんでね、好き嫌いとか言ってられないですから、もう全部食べます。完食です。ではちょっと実食タイムに入っていきたいと思います。ちなみにね、ビジネスクラスのこういうメニューっていうのは3ヶ月ごとにメニューが変わるみたいで、私の時は7月に乗ったので、7月から8、9、あれ何月か3ヶ月間限定なので、これは今しか食べられないと思うと本当にテンションが上がりますよね。ちょっとずつちょっとずつ食べようと思ってるところです。じゃあまず何から攻めようかなともう迷いに迷ってますね。やっぱなんかどちらから食べるかっていうと、好きなものを残しておくタイプか好きなものを最初に食べるかっていう論争あるじゃないですか。私としては好きなものを後に食べるタイプです。だからちょっとまずはそんなにあまりなものから食べていって、好きなものを最後に食べようという計画で今考えました。なので最初に言ってたようにちょっときびなごをねあんまりなので、ちょっときびなごから食べたいなと思います。きびなごってやっぱりそんな普段から食べるようなもん、あんまり食べないですよね皆さん普段から。それに魚と肉どっち選べるっていうのがそのメニューのメインであるんですけど、迷わずね肉を選びましたしね。まあカロリーもなんか肉がメインの方だと583キロカロリーで、魚がメインの方だと300キロカロリーってもう半分ぐらいカロリーカットできるんですけど、もうそんなの関係ねえっていう話でね、肉を選んでます。もう迷わずね。美味しかったです。で、なんかこう、それぞれ食べてて、ちょっと味はそれぞれ忘れましたけど、上品なお味の美味しさでした。なんかしそみたいなのついてるな。で、順番的に、でもトウモロコシのこのアワビのポミピューでしたっけ？間違えました。トウモロコシと肉団子の八丁味噌ソースですね。一番お気に入りでしたね。でも一応一口ずつ食べて、味のお気に入りを決めてから、で、ま一番お気に入りのものを最後に食べようっていう作戦でやってます。で、このなんかパスタみたいな、なんでしょうね、これ。これちょっとなんかおしゃれそうな感じなのでね、最後にちょっと食べようと思って。なんかそうこうしてるうちにね、はい。もう事故起きました。またカメラが落ちてくるっていう。もうこの時にね、思いました。もう動画撮りながら食べるのやめようと。はい。もうそんなん無理やと。で、そこから切り替えてもうすぐ撮るのやめて、はい。もうとりあえず食べる前に一回映す作戦に変えました。もう食べるとこ撮るのやめようみたいな。もうなんか楽しめんし、なんかやっぱりね、ガツガツ食いたいじゃないですか。なんか口がすごく悪くなりましたけど、もうパクパク食べたいじゃないですか。なので、ちょっともう食べる前に移してやってます。で、バゲットもお肉と一緒に食べたかったので、プチバゲットも少し残してるんですね。この肉のカロリーがね、こちらのメニューはね、一応、和牛サンローイン、ソースオービネグドゥボンルージュ、黒オリーブとケッパー添え。うん。なんかちょっとすごい言いづらかったですけど。これ一応一口だけ食べて、そこだけ取っとこうと言って取ってますね。もうすぐやめます。取るのは。すぐ消します。で、めちゃめちゃ美味しかったです、これ。この肉、本当にレベチでした。肉って大体太いと硬いみたいなイメージあるんですけど、これめっちゃ分厚いんですけど、めちゃめちゃ柔らかかったです。怖かった、本当に。デザート来ましたね。
こちらは抹茶マンゴーシュークリーム。うん。なんかもう美味しそう、すごく。でも食べてみたら味はまあ普通でした。うん。ごく一般的な。そして食べ終わった後は、ちょっとね、こう、映画とか見たいなと思って、どんな映画があるんかなっていう風にこうやって見てますね。するとですね、すずめの戸締まりとかもありまして、おお、結構最近のもあるなみたいな。見たいけど、まあ、最近見たっちゃ見たので、ちょっと他に何かないかなっていう風に見てますね。で、いろいろあったんですけど、ハリー・ポッターを見ましたね、この中で。うん。やっぱなんか、ハリー・ポッターの最初の件じゃないし、面白いですよね。なんか改めて見て、ハリー・ポッターの良さを感じてました。で、他にはっていうので、まあ、モアナがあったんでね、モアナも見ました、確か。最近すごくモアナにハマってて、モアナの英語の歌詞をすごい練習してます。で、ちょっと、なんかいきなり消灯、まあいきなりではないですけど、消灯したので、こう、ちょっと今どの辺りにいるのかなって見てます。なんか、書いてくれてますね。目的地までの距離。あと5時間41分。なるほど。まあ、消灯したってことは、まあ、寝もするんですけど、最初から思っていた深夜のラーメンを食べないとな。ああ、夕日が綺麗だ。カロリーなんて気にしちゃいけねえっていう、そういう決意を新たに。で、メニューとかが見れるのがあったんですよ、この中に。で、なんか、その紙のメニューに載ってないメニューもたくさん載ってて、なんだろうこれと思いながら、もしかしてここから頼めるのかなって、わざわざ呼ばなくてもいいんだったら、やっぱもう現代人なんでコミュ障というかこう、その店員さん呼ばずにタブレットで注文できるのが落ち着くみたいなのあるじゃないですか。これすごくいいじゃんと思いながら、こう、ちょっとどんなのがあるのか見てたんですけど、なんかすごい量があって、でも、なんか押せなかったです、普通に。多分見る専用なんですね。見る専というか。でもかといってこの瓶で食べれるものが載ってるわけじゃなくて、多分もう全てのメニューが載ってるんですけど、どの瓶全ての瓶を合わせての出してるメニューを載せてるみたいな感じで、まあ、メニュー紹介に近いんですかね。このうどんですかやそばですかみたいな「デスカイ」っていうね、デスカイのデスカイっていう質問と空のスカイをかけてるっていうこのラーメンのメニュー食べたかったんですけど、で飲みたかったんですけど、このメニューはないみたいなのでね、今回のフライトには諦めてます。でも絶対にラーメンは食べる。 Anytime you wish で、はい、深夜になってきてましたので、噛みまくりましたね。深夜っぽいのでちょっと頼んでいこうかなと思います、ラーメンを。ここのボタンでまあ自分の手元だけライトがついたりとか、こう添乗員さんを読んでメニューを頼んだりできるみたいなんですけど、どうやって押せばいいのかちょっといまいち分かんなくて、押したり押さなかったり消えたのかなみたいな、ちょっと何回も押しちゃいました。ハーゲンダッツも行きたいですね。ちょっと本当は全制覇メニューしたいんです。メニューを制覇したいんですけど。来ました。真夜中のラーメン。いやー、これほどうまいものはないですよね。えっと、お茶をお供に、ラーメンを食べていきたいと思います。こちらのラーメンね、何かこう、豚骨塩ラーメンみたいな、ちょっとなんかこう、あっさり系に一瞬塩ラーメンっぽく見えるじゃないですか。でもなんか鶏の油っていうんですかね。まあなんか豚骨とか言っちゃいましたけど、鶏と豚って全然違うものですけども、このスープがすごい濃厚で、あっさりのように見えてすごい出汁効いてました。おっと、もうこんな時間。あと少しで着くじゃないですか。もう少しでね、ニューヨークに到着ですね。おお、ちょっと外の景色も見てみたいですね、ここ。せっかくなのでね、外の景色とかも映していこうかなと思います。おー、眩しい。いやー、なんか、いっぱい、ちっちゃい池がいっぱいいますね。なんか素敵ですね。うん、皆さんちょっとしばしこの景色をお楽しみください。では、朝食の時間ですね。確か頼めるのが、こう、2時間前とか、フライトの1時間半前とか、そういうの決まってるみたいなんで、ちょっとそういう、もう頼めませんっていうことになったら大変だから早めに頼まなと思って、急いで頼みました。
ふみこの洋食の方ですね。めっちゃもう彩りが素敵ですね。映えてます。でもなんか見ただけじゃ何のメニューか一切わかんないんですよね、これ。で、食べてみてもなんだったのかよくわかんなかったですね。いや、もちろんメニューには書かれてるんですけど、ちょっとなんか不思議な味でした。そしてデザート。もうこれはね、ハーゲンダッツ絶対頼むと思ってて、深夜に食べようと思ってたんですけど、さすがに深夜にはもうお腹入らなかったんで、もう最後に、朝食の最後にデザートとして食べることにしました。こちらね、3つあって、ハーゲンダッツも、チョコと木いちごのプディングとバニラがあったんですけど、まあ、やっぱ木いちご選びますよね。そんないつも食べれるチョコとかバニラじゃなくて、せっかくならなんか、ここ JAL 期間限定みたいな、いや、機内限定です。期間限定じゃないです。機内限定って書かれてたんで、いや、本当に美味しかったです。やっぱ限定ってものに惹かれる生き物ですからね。うん。さあ、もう到着します。結構ね、ずーっと低空飛行というか、街並みがじっくり見える時間が多くて、結構これ到着するまでずっと撮ってるんですけど、もう本当になんかアメリカの家ってこんなんなんだなと思いながら、こうじっくり見てるところです。これからね、ジャマイカで生活していくんですけど、まあ、今、正直ね、暇です。暇なんでね、ちょっといろいろできればなと思って、この動画撮って、ちょっと編集して、たまにあげたりしようかなと思ってます。ぜひね、皆さん、私の身近な方々とか、家族とか、他にも駐在されている方とか、こう、交流というか、お友達になれたらなと思ってるので、いろいろコメントとか、チャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひ。やっぱり友達増えた方が楽しいね。こう、暇なので、こう、YouTube をなるべく頑張ってあげようとは思ってるんですけど、でも暇なので、正直ネタもないかもしれないですけど、まあでも、ジャマイカのご飯屋さんとか、ジャマイカの海とか、綺麗な自然とか、すごく素敵なので、そういうのは上げていきたいと思ってます。では皆さん、最後になりましたが、ぜひ次の動画も楽しみにして待っていてください。ちょっと喋りすぎって思われてるかもしれないですけどね。もう本当に寂しいので、もう喋ることがたくさんあります。皆さんこれからもよろしくお願いします。うわ、最後になんか光ってる、すごい。